気のせいでまるでニコゴリの中にでもいるみたいだ。深い指数がマックスだけど、フグみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、実は、ムーンドロップの中で、この商品だけはずっと追いかけてる、10mm ベリリウムメッキ振動板を採用した新製品、ムーンドロップランダ。低価格ながら、しっかりとしたステンレス製の外装を持ち、また、程よいサイズ感も魅力の商品だな。他にも竹とか色々あるのに、なんでラン買ったの？って質問も来るかもだけど、実は、この 10mm ベリリウム振動板採用のダイナミックドライバシリーズ、SSR から追いかけてる機種なんだ。ベリリウムメッキ振動板を採用した5000円周辺のモデルには、独特なバランス感覚と、高音域、低音域の響きに魅力を持ったモデルが多い。ランの高音域、低音域にも、ベリリウムメッキ振動板らしい印象がしっかりあって、それでいて、ムーンドロップ的な落ち着いた調整になっていたので、好む人はかなり多そうだ。実際、Amazon の評価欄をチラ見した感じでも、おおむね好評な印象だな。国内正規品が7000円を切る程度なんだけど、より上位の1万円クラスと同じような実力を持った商品。というか、ここら辺の価格帯は好みでその人の中での評価がいくらでも逆転するので、5000円から1万円周辺の商品として、非常に好評な一台と言えそうだ。普段ムーンドロップの上位機種は触らないんだけど、この価格帯の商品は、手頃さと、それに見合わない質感で、ついつい毎度買っちゃうんだよな。本機、ドライバの品質や、プラグ周りのデザイン、本体外装の概ねの形状なんかは、先に登場した、ムーンドロップ SSR や SSP に近い、が、それらよりも大型化していて、重量もある。ドライバーを収める部分は真鍮製。それ以外の外装はステンレス。厚みを感じる、重量感のあるハウジングのおかげで、よく残響などは制御されていて、ここら辺の制御のうまさが、より上位価格帯の機種と錯覚するような良さにつながってそうだ。ハウジングが重めなので、遮音性も結構良い。イヤーピースを工夫すれば、より高い遮音性も実現できそうだ。若干大型化した、とはいえ、10mm のダイナミックドライバーを採用している機種としては、かなりスリムな型に入る。重量が気になる人はいそうだけど、装着感自体は、かなり長時間扱っていても問題がないはずだ。シンプルなキャリングポーチが付属。イヤーピースは3サイズ1セットのみだけど、固めで、しっかり装着できるものが付属するぞ。本体の質感も、以前の SSR などより良くなってるんだけど、ケーブルの質感も、一段階レベルアップした。全体的に、さらに価格以上の価値を感じられるデザインになったんじゃないかな。さて、SSR、SSP と、ムーンドロップのベリリウムメッキイヤホンを触ってきたんだけど、なんで2台も買ってるのか。ムーンドロップは、この価格帯に、SSR、SSP、そしてこのランと、定期的にアップデートを施した、同じ 10mm ベリリウムメッキダイナミックドライバーイヤホンを投入している。SSR は、ベリリウムメッキダイナミックドライバーの個性と、高音低音の主張をごっそり削ったような音で、ベリリウムメッキダイナミックドライバー搭載イヤホンとしては、かなり優しい。そこにもうちょっと、やんちゃな要素を加えたのが、SSP だった。これ、あともう1ツイストあれば、かなり好みのイヤホンになりそうだな、と思いつつも、SSP の後に後継モデルが出ることはなく、ずっと体育座りで待機してたんだけど、今回、ランが登場したので、SSP よりもう1ツイスト入った音が聞けるかなと思って、以前から狙ってたんだ。そんな、勝手な期待も持ちつつ、ランの音色を聞いてみると、欲しかったもう一歩の元気さが加わってる。ベリリウムメッキダイナミックドライバーの特徴は、金属音が力強く目立つ高音域と、それから、沈み込み、力強い低音域からサブベース。ランは、このうち低音域側は、ベリリウムメッキらしい、より深い印象のあるサブベースなどは、最小限感じられる程度に収まってはいるものの、高音域側の、特に金属音の響きなどは、ベリリウムメッキダイナミックドライバー好きがちょうど良い、と感じられるくらい、しっかりと前面に出されている。このバランス、個人の好みによるところも多そうなんだけど、でも、個人的には、そうそう、このバランスが欲しかったんだよなぁ、と感じられる、程よい強調度合いだ。人によっては、この程度がフラットに感じられるかも。より、ベリリウムメッキダイナミックドライバーの個性を前面に引き出しているものに比べて、聞きやすく、そして、このランより抑えられているイヤホンより、盛り上がりたい場面でしっかり盛り上がってくれる。派手すぎず地味すぎない、一台持っておきたい、ベリリウムメッキ振動板のイヤホンだな。中音域も、他の強調された、ベリリウムメッキイヤホンと比べると、程よく人間味があるボーカルを出力してくれるので、このバランス感覚がムーンドロップ好きの人の理由なんじゃないかと思う。
この価格帯のライバルというと、外観でも人気の、ピウィアーズカデンザが浮かんでくるんだけど、カデンザの方が、派手に作ってる分、粗さが目立つ。でも、ドライバーの癖がよく出ているので、初めてベリリウムメッキ振動板のイヤホンを触ってみたいなら、カデンザから触ることをお勧めするぞ。装着感は、形状ではランの方が有利なんだけど、重量があるので、より長く使っていると、カデンザの方が違和感がないかも。とはいえ、その前に休憩が必要なので、どちらも装着感が良い機種、と言えると思う。ランは、休憩中、呆然としてる時にベリリウム、ってつぶやいちゃうレベルのベリリウムメッキダイナミックドライバー好きの人以外なら、より汎用性が高く、隙のない仕上がりなので、まとまった音色のイヤホンの1台目が欲しい人にもおすすめだ。まとめると、やっぱりムーンドロップ。しっかりまとまってる1台だと思う。上位機種には、より派手な傾向のものもあると思うんだけど、個人的には、こういったトータルバランスと隙のなさが引き立つ機種がムーンドロップらしい、と感じるな。ボーカルを重視しつつ、全体のバランスが整ってるイヤホンが欲しい人におすすめだ。といったところで今回はここまで。